しんちゃん、こんにちは。フォーと生春巻きを作りたいと思います。では食材の紹介をお願いします。はい、こちらの方はフォーを作るための食材で、こちらの方は生春巻きです。ナンプラーです。ベトナム料理にすごく大事な食材で、アニスとシナモンで、こちらがフォーのスープを作るためのコンソメです。本当は青ネギが欲しかったんですけど、スーパーには、なかったので、今日このネギをこちら使いたいと思います。じゃあ早速作っていきたいと思います。次はフォーの麺と春巻きの麺を茹でたいと思います。次は肉を茹でたいと思います。豚肉も茹でたいと思います。牛肉は沸騰してから5分ぐらい茹でて1回洗います。洗うんですね。洗います。1回洗う。肉って洗います？僕洗わないですね。だからベトナム料理では洗うっていう。そうですね。この牛肉の中に数字が入ってて、でその数字の中に出汁が出ますので、この肉がおすすめです。次はこのナンプラーを使って春巻きのソースを作りたいと思います。まずお砂糖入れます。私は1人分だと、これぐらいのスプーンで2杯で、レモン果汁が2杯、水が2杯で、このナンプラーが1杯で、それが1人分ですね。1人分です。ちょっとこれとりあえず私だレモン果汁だったらありましたけどね、家に。いや、これの方が美味しいです。そうですね、わかりました。ごめんなさい。大丈夫。これ食にね、こだわりのある方は。あと生姜入れるだけで完成です。これでソースが完成です。おお。美味しいです。本当ですか？美味しい。よかったです。これなんか他のものでも合いそうですね。揚げ物につけるのも美味しいと思います。美味しそう。沸騰している牛肉に生姜とこちらのアニスとシナモンを入れたいと思います。お、シナモン？シナモンです。です。日本でも買います。ドン・キホーテに持ってますよ。なんか130円ぐらいで売ってます。安いです。これで1年分です。エビも茹でます。美味しそう。美味しいけどちょっと煮込みがやっぱり足りないのかもしれない。味自体はすごい美味しいです。こういう時はナンプラーちょっと入れたら深みがあるようになってくると思います。裏技ですね、これは。いい。ちょっと深くなりました。たくさん煮込んだ感じが出ます。数字入れてますか？これが数字。フォーの麺を入れます。で、次は肉をのせます。贅沢だな。で、次はネギとパクチーを入れたいと思います。はい、完成です。綺麗。じゃあ春巻きの作り方を教えてもらいます。まずはこのライスペーパーを濡らして、こう回すってそういうことか。そうですね。濡らしてで肉とかエビが見えるようにしたいと思いますので、一番下に入れます。こう入れて、パクチーを入れて、ブーを完成です。すごい。まずお願いします。表裏はないですね。ないですね。はい。表
手でいきます。はい。お、できました。おいやー、すごい美味しそうですね。綺麗です。ー、よかったです。これで。じゃあいただきます。いただきます。レモンを入れるとさらに美味しいと思いまあ、す。そうなんですね。ちょっと私はレモンが好きなのでレモン入れます。美味しい。これはいいですね。なんか朝とかでも食べられそう。あ、そうです。フォーは基本的にベトナム人の朝ごはんっていう朝ごはんなんだ。印象です。はい。このまま。はい。美味しい。ソースが、このソースがベトナム料理に挑戦しました。とっても美味しかったので、皆さんも挑戦してみてください。カムン。カムン。